保育園に入れた方が良かったんじゃないか。周りの子に比べて自立が遅い気がする。もっと刺激を与えるべきだったのかもしれない。専業主婦として子育てをしていると、そんな不安が頭をよぎることはありませんか？実は、人間の脳は生まれてから6歳までの間に、生涯で最も急速な発達を遂げます。この時期の養育環境が、その後の人生に深く影響することが、数々の研究で明らかになっているんです。そして驚くべきことに、発達心理学や脳科学、愛着理論の最新研究では、専業主婦家庭で育つ子供に見られる行動の中に、周りから否定的に見られがちだけれど、実は将来の大きな強みになる特徴が隠れていることが分かってきました。遅れていると思われていた行動が、実は健全な発達の証だったんです。今日の動画では、周りから大丈夫？と心配されがちな9つの特徴を、最新の科学的根拠とともにお伝えします。きっとやっぱり家にいてよかったと思えるはずです。一緒に見ていきましょう。幼稚園で一人で遊べず、ずっと先生にくっついている。お迎えに行くと、先生に、今日もずっと私のそばにいましたよ。と言われる。他の子は友達と遊んでいるのに、うちの子だけ先生の膝の上、集団生活に適応できていないのではと、心配になりますよね。オックスフォード大学の愛着研究では、特定の養育者と深い関係を築いた子供は、新しい環境で信頼できる大人を慎重に選ぶ傾向があることが示されています。これは依存ではなく、選択的愛着という健全な発達段階なんです。みんなと遊べない、自立できていない、と周りから言われると、本当に辛いですよね。保育園に入れていればと、自分を責めてしまうこともあるでしょう。でも安心してください。この慎重さは、信頼関係を大切にする力の芽生えなんです。焦らず、先生との信頼関係ができてから、友達の輪に入れるよう、ゆっくり見守ってあげましょう。今は先生と仲良くなる時期なんだね。と受け止めてあげることが大切です。この信頼できる人を見極める力は、将来的に表面的な付き合いに流されず、本当に大切な人間関係を築ける力として成長します。簡単に誰とでも仲良くなる子より、深い絆を大切にする人になる素質が、今育っているんですよ。友達が少なく、一人か特定の子としか遊ばない。お友達はたくさんできた。と聞かれるたび、心が痛む。クラスで一番友達が少ない気がする。他の子は大勢でワイワイ遊んでいるのに、うちの子は一人で黙々と遊んでいる。社交性が育っていないのではと不安になりますよね。ハーバード大学の75年にわたる幸福度研究では、人生の幸福度を決めるのは友達の数ではなく、関係の深さだと結論付けられています。少数の深い関係を築く子供は、将来的に人間関係の満足度が高いことが分かっているんです。協調性がない、将来困る、と親戚や周りから言われると、本当に心が折れそうになりますよね。もっといろんな人と関わらせるべきだったと、後悔することもあるでしょう。でも、量より質の関係性を築けることは、実は大きな強みなんです。無理に友達を増やそうとせず、今ある関係を大切にしていることを認めてあげましょう。何々くんと仲良くできてるね。と肯定することで、お子さんの自信にもなります。薄く広い人間関係より、深く狭い信頼関係を築ける人は、人生の困難な時期に、本当に支え合える仲間を持てます。SNS 時代だからこそ、この本物の関係を見極める力は、かけがえのない財産になるんですよ。新しいことに挑戦せず、ママの許可をいつも求める。公園の新しい遊具を見ても、ママ、やっていい？お友達に誘われても、ママに聞かないと。何をするにも確認してくる姿に、自主性がない、指示待ち人間になる、と周りから言われることもありますよね。スタンフォード大学の安全基地研究では、新しい挑戦の前に、養育者に確認を取る行動は、リスク評価能力の発達を示すことが明らかになっています。これは自主性がないのではなく、慎重に判断する力が育っている証なんです。保育園に行っている子は、自分で決めているのに、このままでは将来困る。そんな言葉に傷つくことも多いでしょう。自分の育て方が間違っていたのかと、夜中に一人で泣いてしまうこともあるかもしれません。でも、この確認行動は決して弱さではないんです。確認してきたときは、何々くんはどう思う？と問いかけてから、いいと思うよ。と背中を押してあげましょう。少しずつ、
自分で判断する練習をしていけば大丈夫です。この慎重さは、将来的に無謀な行動を避け、計画的に物事を進める力として成長します。衝動的に動かず、状況を見極めてから行動できる人は、社会でも信頼される存在になっていくんですよ。保育園組に比べて言葉が遅い、語彙が少ない。同じ年齢の保育園児と比べると、明らかに言葉が少ない。ママ、パパ、いやくらいしか言わない。検診で様子を見ましょうと言われて、胸が締め付けられる。刺激が足りなかったのではと自分を責めてしまいますよね。東京大学の言語発達研究では、1対1の丁寧な会話環境で育つ子供は、語彙数は少なくても言葉の質が高く、将来的な読解力や思考力で優れた結果を示すことが分かっています。量より質なんです。発達が遅れている。集団保育の刺激が必要だった。と周りから言われるたび、涙が出そうになりますよね。自分のせいでと、罪悪感でいっぱいになることもあるでしょう。でも、丁寧な言葉のやりとりこそが、本当の言語能力を育てているんです。焦らず、今までと同じように絵本を読んだり、じっくり会話したりする時間を大切にしてください。早く話せるようにと急がせるより、お子さんのペースを尊重することが大切です。一見遅く見える言語発達も、実は深い理解力と思考力の基礎を作っています。ペラペラ話すより、一つ一つの言葉を深く理解している子は、将来的に読書力や学習能力で大きな強みを発揮するんですよ。お泊まり保育や遠足を嫌がる。いけない。お泊まり保育、行きたくない。と泣く息子。周りの子はみんな楽しみにしているのに、過保護すぎたのでは、もっと早くから離れる練習をさせるべきだった。と、先生や他のママの目が気になってしまいますよね。ハーバード大学の愛着理論研究では、安心の貯金が十分に貯まるまでは、無理に離れる必要はないことが示されています。むしろ、準備ができる前に無理をさせると、不安が強化されてしまうこともあるんです。みんな行けるのに、このままでは自立できない。周りの声が突き刺さりますよね。自分の育て方が悪かったんだと、どこにもぶつけられない後悔で、いっぱいになることもあるでしょう。でも、お子さんのペースを尊重することこそが、本当の自立への道なんです。無理に行かせず、今年は見送ろう。来年ならできるかもね。と伝えてあげましょう。焦らず、お子さんが、行きたい。と思えるまで待つ勇気を持つことが大切です。十分に甘えられた子ほど、自立は早いという研究結果があります。安心の貯金が満タンになった時、お子さんは自然と外の世界へ飛び出していけます。その時を信じて、今は焦らず見守ってあげてくださいね。ママがいないと食事も着替えもしない。朝の支度も、ご飯も、全部ママがいないとしない。保育園では、みんな一人でやっているのに、何もできない子にしてしまった、手をかけすぎた、と、義母や親戚から言われるたび、心がズキズキと痛みますよね。大阪大学の発達研究では、信頼できる養育者との関係の中で学ぶことが、将来的な学習意欲や自己効力感を高めることが示されています。一人でできることより、安心の中で学べることの方が、実は重要なんです。自立が遅い、将来困る、と周りから責められるたび、私の育て方が間違っていたと、涙が止まらなくなることもあるでしょう。夫からも甘やかしすぎだと言われて、誰も味方がいないように感じることもあるかもしれません。でも、安心の中で学ぶことこそが、本当の自立への近道なんです。ママと一緒にやろうね。から始めて、少しずつ、自分でできそう？と手を離していけば大丈夫です。焦らず、お子さんが自分でやりたいと思えるまで寄り添ってあげましょう。ママとの信頼関係の中で学んだ子は、将来わからないことは聞ける力を持ちます。一人で頑張りすぎて潰れるより、助けを求められる人の方が、人生を豊かに生きられるんですよ。他の子のように活発じゃない。おとなしすぎる。公園でも端っこで静かに遊んでいる。運動会でもみんなより控えめ。もっと元気に遊んでほしい。消極的すぎる。と先生に言われて、刺激が足りなかったのかもと落ち込むこともありますよね。スーザン・ケインの内向型研究では、静かで観察力の高い子供は、将来的にクリエイティビティや深い思考力で優れた成果を出すことが明らかになっています。活発さより、じっくり考える力の方が、実は貴重な才能なんです。協調性がない。
もっと外で遊ばせるべきだった。周りからそう言われるたび、胸が張り裂けそうになりますよね。保育園に入れていれば、もっと社交的になったのかもと、後悔の念に押しつぶされそうになることもあるでしょう。でも、この静かな観察力こそが、お子さんの個性なんです。無理に活発にさせようとせず、じっくり見てから遊ぶのが好きなんだね。と認めてあげましょう。お子さんのペースを尊重することが、自己肯定感を育てます。内向的な性格は弱さではなく、深く考え、じっくり観察し、創造的な解決策を生み出す強みです。ビル・ゲイツもスティーブ・ウォズニアックも内向型、静かな子の中に、世界を変える力が眠っているんですよ。ママの顔色を伺いすぎる、角に良い子。ママ、怒ってない。ママ、大丈夫？と、いつもこちらの様子を気にしている、自分の気持ちより、ママの機嫌を優先する、萎縮させてしまった、自分を出せない子にしてしまった、と、自己嫌悪に陥ることもありますよね。ハーバード大学の共感性研究では、養育者の感情を敏感に読み取る能力は、将来的に高い共感性や、対人関係スキルとして発揮されることが示されています。これは萎縮ではなく、感情読解力の高さなんです。私が厳しすぎたのかも。もっとのびのび育てるべきだった。そんな自責の念に苦しむことも多いでしょう。夜中に一人でごめんねと泣いてしまうこともあるかもしれません。でも、この敏感さは、お子さんの温かい心の証なんです。お子さんが気にしてくれたときは、気づいてくれてありがとう。でも何々くんのせいじゃないよ。とはっきり伝えてあげましょう。そして、何々くんはどうしたい？と、お子さん自身の気持ちも聞いてあげることが大切です。他者の感情を深く理解できる力は、将来カウンセラー、医師、教育者など、人を支える仕事で大きな強みになります。相手の心に寄り添える人は、どこに行っても必要とされる存在になっていくんですよ。ママと離れるとき、長時間泣き続ける。幼稚園の門の前で30分泣き続ける。他の子はもう教室に入っているのに、先生に抱えられて連れて行かれる姿を見て、胸が引き裂かれそうになる。もっと早くから保育園に入れるべきだったと、後悔の念でいっぱいになりますよね。スタンフォード大学の分離不安研究では、養育者との深い愛着を持つ子供ほど、分離時の感情表現が強く出ることが示されています。これは不安定な愛着ではなく、強固な愛着の証なんです。過保護すぎた、自立できない子にしてしまった、周りからそう言われるたび、すべてが自分のせいに思えて、涙が止まらなくなりますよね。私さえいなければとまで、思い詰めてしまうこともあるかもしれません。でも、この涙は、ママへの深い愛と、信頼の表現なんです。朝の別れは短く、ママは必ず迎えに来るよ。と伝えて、思い切って背中を向けましょう。長引かせるより、さっと離れる方が、お子さんも切り替えやすくなります。強い愛着を持つ子は、その愛着を基盤にして、やがて外の世界へ安心して飛び立てます。今の涙は、将来帰る場所があるという安心感として、お子さんの人生を支え続けるんですよ。最後に、今日ご紹介した9つの特徴、周りから心配されたり、否定的に見られたりして、辛い思いをしてきたかもしれません。でも、最新の研究が証明しているんです。その行動は、将来の素晴らしい強みの種だということを、専業主婦として子育てをしている選択に自信を持ってください。今、お子さんの心の中に育っている深い愛着と安心感は、どんな早期教育よりも価値があります。遅く見えても、ゆっくりでも、お子さんは確実に成長しています。このチャンネルでは、科学的根拠に基づいた子育て情報をお届けしています。一人じゃないですよ。一緒に頑張りましょう。よろしければ、チャンネル登録とコメントをいただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。